はタミヤの72分の1スケール A4EF スカイホークの仮組みを行います。 A4 スカイホーク、以前不死身のキットを取り上げていましたよね。そうなのだ。今回はタミヤの初期ウォーバードコレクションに含まれる A4 スカイホークを取り上げるのだ。初期ウォーバードコレクションというとやっぱりイタレリの OEM キットですよね。そうそう、イタレリ製のキットをタミヤの箱と組み立て説明書でリボックスしたものなのだ。海外キットだとアフターパーツの取り寄せがネックになりますけど、タミヤ名義で販売されることで部品請求のハードルが下がるのは嬉しいですね。そこは確かに大きなメリットなのだ。ただしこの初期ウォーバードコレクションに関してはすでに現行品ではないので部品請求が難しくなっているケースも多いみたいなのだ。在庫が残っていないことも多いですからね。ところでこのキット、イタレリからはいつ頃発売されたものなんでしょう？イタレリから最初に出たのは1983年発売の A4M 型みたいなのだ。ふむふむ。その後1986年にテスターへ OEM されて、いわゆるトップガン仕様のキットが発売されているのだ。映画公開のタイミングと重なりますね。レベルにも OEM されていたみたいですね。さらに1988年には複座型の OA4M も発売されているのだ。こちらもテスターに OEM されているみたいだね。その流れで1989年に A4EF 型が発売されることになるのだ。この A4EF 型の金型が1995年頃にタミヤへ OEM 供給されたというのが今回紹介するキットの位置づけなのだ。なるほど。ところで最初に発売された M 型と後発の EF 型では外形的にどんな違いがあるんでしょうか？そこが今回のキットを語る上でのポイントなのだ。投稿者自身はそこまで厳密に外形にこだわるタイプではないんだけど、調べてみるとやっぱりいくつか大きな違いがあるのだ。実機の開発順としては当然アルファベット順ですよね。そうなのだ。 E 型 F 型が先でその後に M 型が登場しているのだ。つまりイタレリは最初に M 型の金型を起こしてしまったというわけなのだ。なるほど。まず分かりやすい違いとしてキャノピー形状が挙げられるのだ。 M 型では操縦席の横幅が拡大され、視界向上のためにキャノピー形状が変更されているのだ。垂直尾翼も違いますよね。そうなのだ。 EF 型では丸みを帯びた垂直尾翼だけど M 型では角張った形状に変更されているのだ。それらの違いはこの EF 型キットに反映されているんでしょうか？垂直尾翼については M 型用の形状部分を切り取って EF 型用のパーツを接着するという指示が用意されているのだ。キャノピーはそこについては特に変更は入っていないみたいなのだ。つまり海外レビューなどを見るとやや M 型寄りだという指摘が多く見られるのだが、そもそもキャノピー形状は M 型としても似てないという評価なのだ。キャノピーに関してはどっちつかずとか少し気になる部分があるというわけですね。そうなのだ。そのあたりも含めてタミヤのオーバードコレクション版 A4 スカイホークを見ていくわけね。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージは A4EF スカイホークの完成写真なのだ。初期ウォーバードコレクションはだいたいこれですね。箱の中身は薄いグレーのランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは2種類。第212攻撃飛行隊ランパントレイダース所属機、第45攻撃飛行隊ブラックバーズ所属機となる。なるほど。部品点数は全部で50点。72分の1スケールのジェット機としては部品点数は普通かしら？それではタミヤの72分の1スケール A4EF スカイホークの仮組み始めるのだ。最初に操縦席の組み立てなのだ。ふむふむ。操縦席は全部で3パーツ構成となっている。主脚庫に座席と操縦桿という構成なのだ。この他にケーキパネルもあるわけね。ケーキパネルはモールド表現となっているのだ。自分で塗り分ける必要があるわけね。こちらは後ほど胴体に接着となるのだ。どうやらパイロットはついていないようですね。今回はついていないのだ。次はエンジンですね。エンジンといっても排気ノズルのみ。今は切り出して終了なのだ。次はエアインテークかしら？エアインテークも左右1パーツとなっていて、こちらも今は切り出して終了なのだ。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。
胴体は左右分割で2パーツ構成。最初に垂直尾翼の加工から始めるのだ。 M 型から EF 型に変更する箇所ね。加工が終わったら操縦席とケーキパネルを挟んで接着となるのだ。先ほどのエアインテークもここで接着ね。 EF 型用の垂直尾翼パーツもここで取り付けるのだ。胴体のモールドはどうでしょうか？凸モールドとなります。パネルラインは直線が多い印象ですね。主翼はどうでしょうか？主翼は全部で3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを接着する。主翼下パーツには穴開け指示もありますね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも凸モールドとなります。楕円のモールドがたくさんあるのだ。最後は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右1パーツずつ胴体に差し込むいつもの構造なのだ。なるほどね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースなので操縦席は閉じたまましかできないのだ。透明度は問題なさそうですね。問題なしです。次は足回りですね。まずは試脚からなのだ。試脚は左右それぞれ3パーツ構成。タイヤと試脚の構成ね。カバーはナイフで分割する必要があって分割後は全て胴体に取り付けるのだ。次は前脚ね。前脚は1パーツ構成となっているのだ。タイヤと一体成形なわけね。次は細かいパーツの取り付けなのだ。ふむふむ。胴体下にいくつかの細かいパーツを接着するのだ。胴体後方には着艦フックも取り付けね。機首には空中給油プローブも取り付けるのだ。こちらはマーキングによって形状が違うわけね。胴体下には 20mm 機関砲も取り付けるのだ。最後は吊るし物ね。胴体下に増装が吊るせるのだ。増装は2パーツ構成となっている。左右主翼下にはロケットランチャーが取り付けられるわけね。最後に総評なのだ。今回はタミヤの72分の1スケール A4EF スカイホークの仮組みレビューをお届けしたのだ。実際に仮組みしてみて全体的な印象はどうでしたか？タミヤのオーバードコレクションとはいえ中身はタミヤ純正ではなくイタレリ製のキットなのだ。モールドは凸で現在の基準で見るとやや物足りなさを感じる内容ではあったのだ。型式は EF 型となっていますが外形的に少し怪しい部分もありましたね。 EF 型と M 型の大きな違いとしてはキャノピー形状、垂直尾翼の形状、それにエンジン乾燥に伴う細部の違いなどが挙げられるけどキットとしての対応は垂直尾翼の一部を差し替える程度にとどまっているのだ。キャノピー形状は変更なしなんですね。そうなのだ。もともと M 型として発売されていた頃からキャノピー形状については指摘があったみたいだから EF 型として販売するにあたってもそこはどっちつかずで OK と判断されたのかもね。随分おおらかな対応ですね。とはいえ完成した姿はしっかり A4 スカイホークなので細かい型式差にこだわらなければ十分楽しめるキットだと思うのだ。パーツの合いについてはどうでしたか？大きなズレや破綻はない印象だったのだ。ただし凸モールドなので合わせ目処理の際にはモールドを意識しながら作業する必要はありそうなのだ。彫り直しをする場合はどうでしょうか？基本的に直線的なパネルラインが多いので彫り直し自体は不可能ではないと思うのだ。ただ主翼の楕円状のモールドなどは同じ作業の繰り返しになるのでなかなか根気がいりそうだなと感じたのだ。国内メーカーだと長谷川や富士見からも出ていますよね。そうなのだ。ただこのオーバードコレクション版と富士見版は現在は再販が止まっていると思われるので入手性を考えると中古市場頼みになるのだ。一方で長谷川版は比較的定期的に再販されているので価格や入手性の面では有利なのだ。とはいえ長谷川版も凸モールドなんですよね。そうそう、大モールドにこだわるのであれば中古で富士見やエアフィックス SC あたりを探すという選択肢になってくるかな。なるほどね。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。